こんにちは、テックアウトの鎌田です。続々と部品が届いております。どんどん組みながら部品を紹介していきたいと思います。続々とパーツが集まってきております。次のパーツはこちらです。はい、クスコさんからアーム類が届きました。まず説明します。テンションロッド、テンションロッドブラケットですね。ブラケットとテンションロッドで、この先にこれが外れてこうつきますね。ビロードアームがつきます。さあ、それでこれがコントロールアームですね。今回はストリートなんでブッシュタイプにしました。頭頂リンクじゃないんでスタンダードのアームなので、動きが結構規制されちゃうんですよ。なのでここはブッシュを使います。はい、そしてラテラルロッド、ラテラルロッドはピロボールでいいと思います。はい、揃いました。一気に組んでいきます。そしてまだまだ集まってきますよ。アーム類はクスコさん、キャロステさんですね。で、そこに今度サスペンションが何がつくか後でまたご紹介します。はい、はい、続いてまた来ましたよ。でかいですね、箱が。一体何が届いたんでしょう。さあ、開けます。おお、トリセツ。はい、来ました。カーベ、僕は KW って呼んでますけどね。 KW ってことは中身は一体何でしょう。開けますよ。じゃーん、できました。AE86 専用 KW ダンパー、カーベジャンダンパーって言ったらいいのかな。はい、出来上がりました。一応試作っていう形になるんですよね。はい、これリアですね。 A86 のリア用で、2ウェイになってて、ロア側の方がバンプで、アッパーがね、こっちがリバウンド。はい、2ウェイ。すごくないですかこれ。基本的にKW は、車庫帳というものを作りません。ドイツのメーカーなんで多分、日本の規格と違うんでしょうね。本当はね、できればシェルケースまでを作っていただいて、うちの方で、ブラケットを作って、できれば本当は、リアの場合はそのストロークの調整をしたりとかにしたかったんですけど、仕方ないですね。これはもう一応、本国の方、ドイツの方で、A86 の寸法を測っていただいて作ってもらってます。出来上がりました。多分これも世界初、日本初、世界初だと思います。一応リアは前回僕のブラックリミテッドで、テストはしてるんですよ。でそれのデータをもとに、ストリート用で作ってもらったんですけども、ここからがすごいですよ。出たー、できました。はい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 。フロントも本当は僕はねフルタップにしていただいて全長で調整したかったんですけど、やはりその本国の、ドイツのなんだろうな、規格なのかな、車庫調には全長調整にはできないっていうことで、今回も全て寸法を指定してで、作っていただきました。スピンドルは純正を送って加工してもらってます。これも2ウェイです。リア側
もうこれ難しいんですよこれ。ここがねバンプ側下についてんだよな。でアッパーがリバウンド側で、基本的にこれまだ試作品、まあコンペティションってやつですね。KW でいうとコンペティションっていうタイプで、まあオーダー制っていう形なんですよね。フルオーダーっていう感じだから、できれば市販するとなったらリアは 2way でいいんですよ。特にホーシングの車両なので、リアはバンプとリバウンドをいじれるようにするのは最高。フロントに関してはトップだけで調整できるように、要はある程度もすごくよくできてるダンパーなので、バンプ側の方はもうメーカーの方である程度決めていただいて、リバウンドの方だけを調整できるようにっていうふうに、まあ、要するにST っていうバージョンですよね。これでいうとバージョン3ってやつなのかな、 KW のじゃなくて ST という、シリーズで AE86 ができればいいかなと思ってます。これはまたこれからいろいろとメーカーさんと相談していくというところですね。アッパーもねこれね多分試作品ですね。まだ製品としてないはずなのではいね、だからね下側の調整をするのにどうやってやろうかっていうところで、一応こういうものを用意したんですよ。ロールセンターアダプターをカットして、はいね、ここをカットして、まあ、こういう形で置く、こういう形ね、こういう形ではめて、でここにナックルがつく。ここから、ダイヤルかあとはワイヤーで固定して調整できるように、今回はそれでいこうかなと思ってます。本当はワンウェイでいいと思うんですよね、フロントに関しては。そこはまあまた今後考えていけばいい話なので、とにかくまず第一弾完成したのがもう僕は楽しみで仕方ありませんね。で、テックダンパータイプアラゴスタがあるのになんでこのショックに手を出したっていうところもあるんですけど、まず大きな違いがあって、こっちは複投式タイプなんですよ。でテックダンパーのタイプアラゴスタは単投式。そこでストリートとサーキット寄りのものをサスペンションを分けていきたいなっていう、狙いがあって、そういうふうに KW の方に行って作っていただきました。いいっすね。まあこれで一回組んでいきます。でね、はい、つきました。クスコ製のロアームとテンションノットブラケット、テンションノットブラケットセット。そしてつきましたよ、 KW サスペンション。どうです、かっこいいでしょうね。えピシッとつきましたよ。ほら、ナックルは今回まあスタンダード GTV を使ってますね。でローアーム、ピロローアームですね。クスコさんのピロはすごく丈夫で使いやすいです。こちらのピロもそうだし、テンションノットのピロもすごくしっかりしていて、長持ちしますね。で強度もしっかり取れてるので、はい、基本的にはこれは競技用っていう形にはなると思うんですけども、全てピロでフロントはピロで仕上げたかったのでこの製品を使わせていただきました。この KW のねサスペンション、一応試作段階ではあるんですけども、製品になる頃には
どっちでいくかな、 ST っていうバージョンでいくのか、要するにその、ワンウェイのタイプで多分仕上がると思います。ツーウェイにしちゃうと86は下で調整ができないんですよ。下からこういうナックルがついちゃうんで調整ができないから、それこそバンプリバウンド両方触れるのは嬉しいんだけど、多分乗ってる方も悩んじゃうと思うから、だったらアッパー側からそうですね、リバウンドの方だけ触れるように仕上げればいいんじゃないかなと思います。とにかくこの試作品第1号、世界にまだ一つ、はい、これをつけていきたいと思います。これ本当テストですからね、テックアートがね、これから楽しみです。これ KW サスペンションの、用のピローアッパーなんですけど、面白いですよね。日本製とまたちょっと違う作り方をしているんで、これもねピローが結構しっかりしてますね。面白いと思いますよ。はい、続いてリアの方行きましょうか。スプリングコイルスプリングはAE86 では同定番の、テックアート製テックコイル、もう AE86 専用で設計して製作いたしました。今回は、ストリートメインなので 2.6 キロを使用します。で、もうついてます。コントロールアームクスコ製ですね。クスコさんの、N1 タイプの方ですね。やっぱりストリートなんで、ブッシュタイプを今回採用してます。ピローボールを使うとどうしても、ガタガタ音が出ちゃうんで、ストリートなのでブッシュタイプの方の、N1 リンクを今回は使用させていただきます。あとはラテラルロッド、ここはピローボールでいいと思います。そんなに音が出るところではないので、ここもクスコさんのクスコ製の、ラテラルロッドを今回使用しました。そして出ました、先ほど紹介してた、KW のダンパーですね。リアに関しては、アッパーロアで調整できるようになってます。今回コンペティションっていうタイプでやってます。コンペティション結構高いんですけどね、市販の時にはもう少し、リーズナブルなダンパーに変えていこうと思ってますけども、このショック、もうそうですね、先ほども説明しましたけども、バンプリバウンド両方調整できる2ウェイタイプ、86にAE86 に関しては、リアに関してはですね、特にそのバンプとリバウンド両方触れると、すごく乗り心地が、自分に合った乗り心地っていうのは調整できると思います。どうしてもリジットの足なんですよね。ホーシングなんで、かなり路面からの突き上げがダイレクトに伝わってしまうんですよ、A86 は。なのでこういうタイプのショックがあると、細かく調整できるので、乗り味はすごく良くなると思いますね。リアにフロントに関しては、ロア側が調整しにくいので、ワンウェイでいいと思う。でリアに関してはツーウェイ、このスペックは結構面白いんじゃないですかね。これも今後ね、本国KW、一応 KW ジャパンさんかねと打ち合わせしながら、仕上げていきます。はい。ちょっと軽くつけちゃいましょうかね。後でしっかりつけますけどね。もうちょっとこんな感じで、これいいや、とりあえずこんな感じ、雰囲気はこんな感じで仕上がってきます。かっこいいね、バッチリです。はい、そしてクラッチですね。今回使用する、クラッチフライホイールなんですけども、フライホイールは純正です。AE111 の純正を使用します。そしてカバーは、今回戸田さんの強化品ですね。でディスクも、ベタルは使わず、スポーツタイプの、クラッチディスクを使います。馬力的には210馬力
ぐらいなので、逆にこっちの方が乗りやすいと思います。はい、使用するクラッチカバーディスクですね。はい、このストリートで使う場合、プラス軽くサーキットなんですけども、ストリートを乗る場合は逆にフライホイールはノーマルを使うことが多いですね。軽くしてレスポンスを上げるよりかは、やっぱり低回転アイドリング時の安定感を取りたいので、本来であれば、クランクプーリとかもそうですね、ダンパー付きでもう少し重くてもいいとは思うんですけども、ここはやっぱりビジュアル的にかっこいいのにですね、こういうかっこいいゴールドとかにしちゃってますけどね。はい、フライホイールはむやみやたらに軽くはしません。ダメダメ、とっちゃん。これダメダメ。今回ゆるゆる。今回はゆるくやりました。はい、トルク。どうしたよ。13.5。いや、もっとゆるい。8.5。多分もっとゆるいと思う。6キロ。はい、OK、6キロ。8だね。8でいこ8キロ。う。はい、快適街乗りしよう。8キロ。やってますね。やってます。もう一回今見せて。ハブグリスすごい。ああ、ハブグリスバッチリで。オイルシール。でグリスもうこれは新品のハブ。新品。ハブ、ローター。ローター全部新品。ね。ベアリングも新品。ベアリングも新品。お願いします。もう何千台組んだんだろうね、おやさんね。今まで人生でおやさんのこの修理屋さんのね、何十年65年ぐらい。65年だって。一般車両のねメンテナンス整備とかやってたし、車検でしょ、トラックとかもやってたよね昔ね、トラックのハブとかやばいよね。大きいよ。86を何台やったろうね。ああ、これも仕事やってますね。これはね新品中古なんだけど、全部ね処理してくれてんの。表面処理、そう仮組みしてこの部分ってやっぱり経験がすごくこれ怖いですよね。ほらトルクで締めるとかそうじゃないじゃない、ハブって。トルク力ないですからね。ね、たまにすごい締まり切っててさ、ハブ焼けちゃってるのあるもんね。色変わってるのもある。ガタガタのとかね。あれやっぱりあれだろうね。ここの締め方のさ、やっぱりほら経験があるじゃない。これはね、大事だよね。一番神経使う。ほら FF とかさ、ドライブシャフトがさ、別でね、こうトルクでダダッと締めるような、あれなら誰でもできるけどね、このサスペンションのタイプは難しいよね。一回締めておいて、
当たり出してるんで。当たり出してで、これだよね、ここのうわここ大事だよね。これ困ったところでこれ親父さんさ、これ見せていいの？ダメ。ダメダメなの？いいじゃん。ダメだけど、まあしょうがないね。それで、うんうんでやってはいはい、終わり。終わり。これ大事だよ今の大ね。事だったな。大事だったよ。しかもピン入れるの早っ。割りピン入れるのすげえ早いね。キャップなんかもグリス入れて。どれ？新品でしょ？新品。これまだ新品出るもんね。新品出ます。グリスちゃんと入れてあげて少し入れて。これあれでしょ？でもいっぱい入れすぎも問題でしょ？飛び出してきちゃうんで。寝てくるよね。たまにいるよね、ピロモンって。そう、真空になってこう飛び出す。グリスって温まるとほらね、そういう形じゃないじゃん。もうこの形じゃないから。ドロドロではないもんね。溶けるもんだもんね、一応熱でね。トヨタのやつで。うんはい。たまにいるよね、ピチャーって出ちゃってんの。あれは入れすぎでしょ？入れすぎですね。入れなさすぎも焼けるし、これやっぱりもう経験ですよね。これはいろんな人がいるけど、俺の場合は左右に割る。左右に割るの？やり方いろいろあるよね。そう、みんなね。だから自分でやったのは分かる。あ自分でやったなと。左右に割る。割る、割らせる。で、万歳。これもこれ道具で。何それね。これキャップはめる道具です。ああ、はい。キャップをはめるのね。ああ、これ作ったのね。こういう感じです。感じです。楽しそうだね。反対も後でやってきます。はーい。はい。照れくん。やっぱり職人さんの経験のこれ技ですよね、本当ね。これリアブレーキですね。フロントハーブはもう終わりましたもんね。終わりました。ブレーキローターも組んで、今度はリアブレーキローター。今何やってんの？そうです。掃除。ドラシャーのこのフランジのとこが錆びてるからローターがはまんない。これ86あるある。本当だ。本当だ。よくあるよね、これね。この錆ではまんないやつね。それちょっとあれだね、狭いっていうかあれだね。結構クリアランスがきついね、このローター。本当にあれだよね、昭和の車だよね。こういうことやる時点で。ちなみにそのペーパーは何番ですか60番。荒いね、すげえ荒いね。しかも板金屋さんが使うやつだね。さすが板金屋さん。はい、足回りもすべて組み上がりました。はい、今回のアームね、クスコさんのね、これからアライメントを取りますね。そしてブレーキ全部組み上がりました。テックアートのフルオーバーホールキャリパーに、もうこれ僕定番なんですけども、ブレーキパッドはストリートプラスミニサーキット的な感じで、ブレーキパッドはエンドレスの MX72 ですね。でブレーキローターは今回は純正同等品のものをチョイスしました。ハブもしっかり親さんに組んでもらって完璧です、ね、サスペンションもしっかり仕上がりました。組み付けました。
リアも組み上がりました。テックアートのフルオーバーホールキャリパー、そしてパッドは前と一緒で、エンドレスの MX72 ですね。でブレーキローターは純正銅と品で KW のサスペンションとテックコイル、今回 2.6 キロですね、組み上がりました。来ました。今回組み付けるホイール、テックアートといえばワークさんですよね。このホイールはもうド定番です。マイスター CR01、 今回は見せるため用のホイールのオフセットにしました。15インチ 8.5J、 オフセットはプラス3、純正フェンダー爪寄りでギリギリっていう感じですかね。土屋さんのホイールと同じ、土屋さんのストリート号のホイールと同じにしました。リムも一応ギリギリこのくらいは取れてるんで、組み上げたらなかなかかっこいい感じに仕上がると思いますよ。これに合わせるタイヤ、今回は東洋タイヤさんですね、R1R ですね。 A86 では結構定番のタイヤですよね。1955015、このタイヤをつけるということで、東洋タイヤさんから送られてきました。はい、ありがとうございます。これをこう置いて、これをこう置いて、まだシール貼ってないけどこれから最後貼りますから。はい、今回はこのセットで行かせていただきます。お楽しみに。